皆さん、こんにちは。今日も日本についてお話をしたいと思います。前回の初めての私の動画を見てくれた方、ありがとうございました。たくさんのいいねとか、チャンネル登録をしてくれてとても嬉しいです。それからコメントをくださった方、とっても嬉しいなって思いました。これからもぜひ応援をよろしくお願いします。はい、今回は日本の文化についてお話をしたいと思います。皆さんは日本語を今勉強してくれていると思うんですけれども、どうして日本語を勉強しようと思いましたか？私は結構海外の文化を知るのがすごく好きで、皆さんには日本の文化も知ってもらえたら嬉しいなって思います。今回は私がいいなって思う日本の文化を5つご紹介したいなと思います。ぜひ皆さんも日本に行ったらこういう日本の文化が楽しめるんだなってイメージしながらお話を聞いてもらえたら嬉しいです。まず一つ目の日本のいいなっていう文化です。それはおもてなしの文化です。すごく一時期有名になったんですけれども、皆さん知ってますか？おもてなしという言葉なんですけれども、おもてなしは日本のなんていうのかな、来てくれてありがとうっていう気持ちを見せるために、伝えるために行うことです。例えば日本にはレストランとかカフェとか居酒屋があるんですけれども、居酒屋ってわかりますか？お酒を飲むために集まれる場所なんですけれども、ご飯を食べたりとか、大きいテーブルがあってみんなでお話ができたりとかする場所です。そういうところに行くと、例えばお手拭きっていう小さいタオルでもちょっと湿っている、濡れているタオルを渡してもらえることがあります。このお手拭きはそのまんまの名前の通りで手を拭くためのものです。手を拭いて手をきれいにします。これは海外では私はまだ見たことがない文化なんですけれども、外から居酒屋とかレストランとかに来るでしょ。そしたらやっぱり手はちょっと汚れているはずなんだよね。だからそれを手をきれいにしてすっきりしてご飯を食べてくださいねっていう優しさとか思いやりの気持ちの表現です。これが例えば夏だったら冷蔵庫で冷やして冷たい濡れたタオルを渡してくれたりします。逆に冬だと暖かくしてほわーってあったかいお手拭きを渡してくれたりします。そうだからそういう思いやりの文化
よく来てくれました、来てくれてありがとうっていう気持ちをおもてなしって言います。他には、例えば旅館に行った時、旅館っていうのは日本式の宿泊所、ホテルみたいなところなんですけれども、だいたい旅館っていうと畳が敷いてあったりとか、障子のドアとか襖とか、そういうものがある日本式の宿です。そういうところに行くと、だいたいお菓子が置いてあって、緑茶も自分で作れるように準備がしてあることが多いです。そういうのも、来てくれてありがとうございますっていう気持ちの表現です。これが私はおもてなしの文化としてとっても大好きです。2つ目にご紹介するのが茶道です。今お茶の話をしたので、そのままお話をします。茶道っていうのは日本の抹茶を立ててみんなで飲みましょうっていう文化です。これはただね、お茶を飲むっていうだけの行為ではなくって、数人で参加をするんですけれども、みんなが、参加者が心を落ち着かせて、今の時間を楽しみましょうっていう、そういう時間です。一期一会っていう言葉があるんですけれども、これは今の同じ時間は二度と訪れません。だからこの瞬間を大切にしましょう。この出会いを大切にしましょう。そういう意味が込められた言葉で、日本で茶道を伝えたと言われる千利休さんが作ったっていう言われている言葉です。私は日本の中学とか高校に行ってたので、茶道の時間っていう授業がありました。この授業では茶道の作法を学びます。作法は例えばどうやって部屋に入るかとか、どうやってお湯を入れるかとか、どうやってお茶を立てて飲むかとか、座り方とか座る場所とか、そういうものも作法としてもうルールが決まっています。これを学生時代に学んだんですけれども、私はお茶と一緒に甘い和菓子が出てくるのがすごく好きでした。お茶はすごく苦いんですね。でも和菓子は甘いんです。だいたいあんことかで作られていることが多くって、その和菓子も季節に合わせた形とか色をしていて、すごく可愛いんですね。それを一緒にいただくっていうのがすごい幸福感を上げてくれました。日本ではね、季節、四季があるんです。春、夏、秋、冬、この4つあるんですけれども、4つの季節をそれぞれ楽しもうとするっていうのも日本の文化かなと思います。で、このまま3つ目のお話をすると、着物の文化はとっても世界的に有名かなと思います。皆さんは着物を見たことがありますか？どういうものかわかりますか？日本の伝統的な服で、みんなから見るともしかすると全部一緒に見えるかもしれないですが、実はちゃんと四季に合わせてそれぞれ素材とか着るものとか
が違います。あとはもちろん小物とか小さいものとか柄とかそういうので四季を表現して楽しむっていうのも着物の良さです。最近のね、日本ではみんなこうやって洋服を着るので、あんまり日常生活では見かけないかなと思うんですけれども、京都に行けばもしかすると着物を着ている人がちょっと多いかもしれません。でも夏になると着物の一種である浴衣を着てお祭りを楽しみに行く人が多いです。浴衣っていうのは夏専用の着物で、簡単に言えばとっても薄着なんですね。だから夏の暑い時期でも涼しく着られるように作られています。だから比較的簡単に浴衣は着られます。私は着物の着方も学んだことがあって、自分で自分のことを着付けができるんですけれども、浴衣は普通の他の季節の着物よりもちょっとだけ着るのが簡単です。すごく夏らしい柄のものが多くって、お花とか花火とか涼しそうな柄を着物に取り入れるのが多いです。で、このままお話をすると、次にご紹介する4つ目のいいなという文化は、季節感を楽しむ文化です。これはね、みんなもしかしたらいろんな国であるのかもしれないんですけれども、日本は本当に4つの季節がすごいはっきりしている国なので、どの季節に来ても違うものが見られて楽しいと思います。例えば、春だったら桜が有名です。桜っていうピンク色のお花があって、大きい木にピンク色の桜が咲くんですね。このお花を見るためにみんなお花見をします。お花見はその名の通りなんですけど、桜の木の下とかでピクニックをするようなイメージです。みんなでお弁当を作って持ってきたりとか、最近は買って食べることが多いですが、桜を見ながら春だねって季節を楽しむことがお花見です。夏は浴衣を着たりとか、夏祭りに行くのも夏らしい行事です。他にもお盆って呼ばれる、なんていうのかな、先祖の方をこの世にお迎えするための行事があります。ご先祖様はいつもはお空の上とかあの世にいるって思われてるんですけれども、このお盆の時期は家に先祖が帰ってくるよっていうことでお迎えをする。だからこの時期は会社とか学校もお休みで、家族みんなで集まって盆踊りとかに行くことがあります。盆踊りは基本的には夏祭りと同じようなものなんですけど、着物、浴衣を着てこうやって踊ったりとかして、すごく季節感のある行事です。秋はもみじ狩りですかね。赤とか黄色に紅葉した葉っぱがこうやって落ちてきて、木から。で、そういうのとかをみんなで見て楽しむっていうのがもみじ狩りです。たくさん山とか公園とかで歩いて、そういうもみじを綺麗だねって見ることもあるし、お花見みたいにピクニックとか
ご飯を持ってきて食べたり飲んだりっていうことを楽しむのももみじ狩りのいいところです。で、冬にはもうお正月ですね。12月31日からもう夜にみんなで家族で集まって1月1日を迎えるんですけど、もう日本の最大のお祝い行事だと思います。12月31日にはもうその日にしかやっていないテレビ番組が多くって、そういうのを家族でみんなで見て楽しむっていうのが伝統的なお正月の過ごし方だと思います。最近は若い人たちは結構街に出てわーってお祝いすることも多いですけど、だいたいね、子供のうちとかはみんなでその日だけのテレビ番組を家族で見たりします。で、1月1日が来た時は明けましておめでとうございますってみんなで今年の新しい年を祝います。だいたい1月1日とかお正月と呼ばれる期間には神社にみんなで行ってこうやって初詣をします。一年のね、健康とか幸せを祈る、そんな時間です。で、5つ目にご紹介するのは温泉です。世界には多分温泉を楽しむ国っていうのは他にもあると思います。ハンガリーとかかな。あとはサウナも一緒に温泉と一緒に楽しむことがあるんですけど、多分そういうのも有名な国があると思います。日本には活火山があるので、そこで自然に湧いてきたあったかいお湯、バスタブとして、お風呂として使うんですけど、たくさん体にいい要素が入っていたりして、あったかい温泉に浸かると元気になる。そんな風に言われています。温泉ではもうみんな服を脱いで水着とか着ないでもう全部裸でお風呂に入ります。だからもしかしたら皆さんはちょっと嫌だなとか思うかもしれません。だいたい男の人と女の人は別だからあんまり気にする必要はないんですけど、もしね、よかったら日本に来たら楽しんでみてください。はい。ということで、今日は5つの日本の文化をご紹介しました。本当はもっともっとご紹介したいことがたくさんあるので、また次回以降の動画でお話ができたらいいなと思います。もしこういうチャンネルがみんなに喜んでもらえて、チャンネル登録者とかも増えて、いいねって言ってくれる人が増えたら、たくさん動画を出す元気がもらえます。なので皆さんぜひチャンネル登録といいねボタン、よかったらコメントでこれすごいいい文化だねとか、こういうお話がもっと聞きたいですとか、ぜひお気軽にコメントに書いてください。全部私が読んでお返事します。はい。ということで、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね。今日のクイズです。日本では着物を着ます、着ます。どっちが正しいですか？正解は1番。覚えてね。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。